まずは外観からご覧ください。新たに再設計された脱着式採用の2025年モデルです。これまでの問題点を見直し、製作工程や材料などを含め、より作りやすいモデルに変更されています。先行してリリースされたボトルキャップモデルとの相性も抜群です。たったの3秒で準備が整います。磁石といっても多少の衝撃で簡単に外れる心配はありません。通常の使用範囲で問題はないでしょう。この改造により基本性能が大きく向上し、こんな難易度の高い固定も簡単に行うことが可能となります。実際にはこんな固定はあまりありませんが、能力を見る上で参考にしていただけると思います。固定時に材料が動くことはありません。普通の F クランプとの違いを見てみましょう。グリップの回転が伝わり、回ってしまうためうまく固定ができません。クランプごとの状態で多少の差も出ますが、おおむね同じです。どうしてもグリップの回転が伝わってしまいます。これは弱点とも言える部分です。こちらは回転が伝わりにくく、ほとんど動きません。動いてもこの程度です。固定の際に親指を添えながら締めると全く動きません。材料に傷つく心配がないので安心して使うことができます。このタイプは本当に優秀です。しかしこういう材料は苦手で、挟むと傷が残ります。そんな時は交換するだけで対応できます。でも丸いものは挟めませんでした。こちらの方は傷に強く、作り替えも簡単です。特にメリットはありませんが、こんな組み合わせも可能です。正解だったのがこの部分です。過剰な負荷を受けた場合、勝手に外れるため破損する心配がありません。半端な接着に頼るより確実に機能します。あえて固定しない逆転の発想がより優れたクランプを生み出しました。
トータルバランスに優れたモデルです。製作の手順と注意点です。あらかじめこの部分の凹凸は取り除いてください。5ミリ厚の MDF を2枚使用します。サイズはおおよそで構いません。切り込む深さは30ミリとしました。可動側は後で再調整が必要です。3.5 ミリで穴を開けます。穴が開きました。マグネットガイドでカットします。小物のカットには大変に優れています。トリマーやバンドソーなどお手持ちの道具で OK です。16ミリのネオジム磁石を2個使用します。マグネットのサイズで座彫りをしました。瞬間接着剤で固定します。磁石同士が反発しない曲線で合わせるようにします。上下を統一すると良いでしょう。可動側は狭いと接触して外れるため拡張が必要です。切り込みの量も増やしてください。適正な量をヤスリを使って修正しました。接触しなければ外れる心配はありません。こちらは多少緩めに調整します。ズレを防止するガイドをつけます。本体とガイドの間に少し余裕を持たせます。こんな感じに仕上げます。はみ出した余分は整えてください。これで完成です。塗装は任意で行ってください。上側は少しきつめに作ってあります。すでに木材で作られている方でもマグネットの追加は可能です。本体の動きに追従するためすごく使いやすくなります。塗装しない場合はこれを塗布すると良いでしょう。ダイソーの滑り止め液です。滑らなくなるため性能がさらに向上します。
無垢材へ染み込ませて使うのが効果的です。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。